じゃあ今日は、風来の試練6で、この桃マンボウというね、武器を、使った、武器といったね、この印を使った、テクニックを紹介していこうかなと思います。クリア後にね、桃マン系のイベントを、進めていくことによって手に入る、桃マンボウという武器があるんだけど、このね、桃マンの印、今作ね、バランスブレイカー的に強力なので、これのね、使いこなし方を知っておくとね、全部のダンジョンのクリア率が大幅に上がると思います。ただ、うまく使いこなすには、結構ね、工夫が必要な、ところがあるので、ちょっと今回はそれを紹介していこうかなと思います。まずね、こういう風に、確率で、モンスターを倒した時に、モンスターがモンマンに変わるっていうのが、まず一つの仕様で、このモンマンを食べることによって、満腹度が25回復して、それぞれのモンスターごとの、特技を使うことができるっていう仕様があるんだけど、このね、モンスターごとに特徴が違うっていうところもあって、あとはね、変身した後に道具使えないとかね、結構癖が強いので、特徴を押さえておくことによって、もっとね、うまく使いこなすことができるんじゃないかなと思います。なんでね、今日はちょっとこの使い方を、紹介していこうかなと、思います。はい、じゃあまず紹介するのが、亡霊武者と、マムル系の、モンマンを使った、レベリングのテクニックになります。これはね、マムル系の肉なんだけど、序盤ね、だいたい1から4回、どのダンジョンでも、序盤のダンジョンで、雑魚モンスターとしてマムルが出てくると思うんだけど、ここでね、マムルの肉を集めておいて、で、この亡霊武者が出てくるフロアで、モンスターをマムルに変えてしまうと。で、アナグラマムルに変えていくと、亡霊武者が1回乗り移ると、洞窟マムルになるので、これを石とかで倒すと、はい、1回で2000経験値手に入るということでね、これを繰り返すことによって、レベルをね、早い段階で、かなり高くまで上げることができるっていうのはね、すごくね、おすすめな方法になります。はい、じゃあ続いて紹介するのが、握り変化系のモンスターの、モモマンを使った、握り合図のテクニックになります。これはね、もう簡単で、通常の握り合図っていうと、握り変化系のモンスターに、自分のね、いらないアイテムをおにぎりに変えてもらって、で、おにぎりを集めるっていう方法があると思うんだけど、この方法だと、こういう風にね、特技を使うことによって、モンスターをおにぎりに確率で変えることができるので、これでね、変えていったおにぎりをひたすら食べて、最大満腹度を、マックスにしていくという方が、結構ね、簡単にできるんじゃないかなと思います。今作ね、かなりドスコイ状態が強いので、自分は、このドスコイ状態を維持するにあたって、この方法を使ってね、序盤で、満腹度200まで上げてしまって、モンマンのダンジョンもね、ドスコイ状態でクリアしました。なんでね、この方法は、結構押さえておくと、いろんなダンジョンでね、モンマンの印が出た時に使えるので、超有用なテクニックじゃないかなと思います。単純にさ、かなり強いよね、この特技。はい、じゃあ続いて紹介するのが、ボーヤーシュのモンマンを使ったヤカセギになります。まあね、ボーヤーシュを使ったヤカセギについては、土くれの杖とか、あとはね、三河市のお香とかでも簡単にできると思うんだけど、まあね、モンマンの印があったら、まあそういう下準備とかね、何もやらずに、もうね、このモンスターに変身して、矢をひたすら撃ちまくるだけで集められるということで、これもね、結構序盤で、200本とかね、自分は集めて、で、例えばマゼルンとかの合成の時に、吹き飛ばしでマゼルンを遠くに追いやって、弓で倒すとかね、そういうこともできるので、結構ね、弓はね、序盤に集めておくのが非常におすすめかなと思います。はい、じゃあ続いては、使い捨て刀と使い捨ての盾を使った、テクニックなんだけど、これもね、もうすでに知ってる人は知ってると思うんだけど、使い捨て刀と使い捨ての盾って、通常は、かなり防御力が高い一方で、ダメージを受けると、どんどんね、強化値が下がっていくっていう、嫌な特性があるんだけど、このね、使い捨ての盾、装備した状態でモンスターに変身すると、ダメージ食らってもね、印、これ右上の、装備の表示を見るとわかると思うんだけど、全然印が下がってないと思うんだけど、防御力についてはね、装備した状態の防御力になってるので、このね、使い捨て刀と使い捨ての盾を装備した状態でモンスターに変わることによって、最強の試練を作り出すことができるということで、これね、モンマンダンジョンで、使い捨て刀と使い捨ての盾、結構ドロップしやすいようになってるのは、もうね、公式もね、これ使えと言わんばかりのテクニックだと思うんだけど、まだ知らない人はね、ぜひね、これはもう必ず押さえておかなければいけないテクニックかなと思うので、このね、結構使い捨て刀とかね、盾っていうのは、モンマンの印があるときはね、絶対取っておくと
いいかなと思います。はい、じゃあ続いては、マゼルンの、モンマンを使った、合成テクニックなんだけど、これはね、本当にマゼルンに変身すると合成ができるっていうのは、これみんなね、ご存知だと思うんだけど、この合成をね、有用に使うにあたっては、これマゼルンってね、登場回に、通常はさ、制限があって、なかなか出なかったりとか、いいね、合成したい、武器が手に入った時に、合成がなかなかできないみたいな時があると思うんだけど、このマゼルンのモンマンを、取っといて、で、結構ね、有用な、武器防具が手に入った時に、合成したい印がね、手に入った時に、マゼルンに変身して、安全に合成することができる。これもね、結構すごく重要なテクニックかなと思うので、覚えておくといいのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、モンマンダンジョンでは当然使えるテクニックだと思うんだけど、モンマンダンジョン以外でもね、このモンマンの印がある時に、このテクニックは使えると思うので、特に今回の試練って、ドスコイ状態をね、維持することとか、矢を集めることが、今までの作品以上に重要になってると思うので、このね、テクニックが使えると、もうね、どのダンジョンでも、かなりね、難易度が下がると思うので、ちょっと縛りプレイとかで禁止してる人もいるかもしれないんだけど、そういう人じゃない人は、このモンマンの印は本当バランスブレーカー級に強いので、この方法をね、覚えておいて、損はないかなと思います。じゃあね、今後もちょっと攻略情報を上げていこうかなと思うので、参考になれば、ぜひチャンネル登録、高評価の方もお願いします。ブルトンでした。バイバーイ。